この動画にはアニメのネタバレがあるよ。注意してね。変なおじさんで終わらせるな。とてもためになる変なおじさんだ。人間が最も面白いのは楽な時ではない。アニメが大好きなひよことカエルがいました。彼らはアニメの話をしながらレディットの海外の反応を眺めるのも好きでした。ここは哲学者たちがふらりと遊びにやってくる不思議な教室。さて、今日はどんな哲学者との出会いが待っているのでしょうか。今回はジョジョだよ。スティールボールランが始まったんだ。スティールボールランは15年前に完結してる漫画で、あの頃はアニメでは表現不可能って言われていたんだよね。まさか15年も経ってからアニメとして見れるなんて思わなかったよ。デイビッドプロダクション、さすがだよね。永遠も終わるから徐々に力入れてるんだね。まだ序章でこれだから本編が楽しみすぎるよ。チロルちゃんがジョジョが大好きなんだよね。第1話一緒に見たんだけど、横でうるさかったよ。そうじゃないよ。うるさいんじゃなくて、あれははしゃいでいたんだよ。なんか、ジョジョ風な喋り方になってる。じゃじゃーん。あれ？チビキャラになった。作ったんだ。これから時々これで出てくるよ。よろしくね。これで3人揃ったね。なんか大きさの比率おかしいよね。ところでさ、チロルちゃん、ジョジョが本当に好きだよね。もうね、ジョジョが好きすぎてスティールボールランの第1話を5回も見た。あれからあと4回も見たの？だから眠そうだったんだね。第1話が本当にすごかったもんね。馬が走ってるのに、見てるこっちの心まで走らされる感じだった。しかもジョニー、ジョースターなのに最初は傲慢なやつだったよね。でも見てると、頑張れって応援してたよ。馬に引きずられて足に棒が刺さっても諦めないとかすごすぎるよ。ただごとではないよね。ただごとではないとも。また誰か来た。すごいヒゲ。あとなんか、最初の一言から圧が強い。圧ではない。密度だ。私はフリードリヒ・ニーチェ。ドイツから来た哲学者であり、道徳に喧嘩を売り、常識をひっくり返し、人間をもっと元気にしたいと本気で思っていた。だいぶ面倒でだいぶ熱い男だ。自己紹介が来い。この人、絶対面白いおじさんだ。その評価は受け入れよう。ただし、変なおじさんで終わらせるな。とてもためになる変なおじさんだ。それで、先ほどのただごとではないの理由だが、自分のために選ぶというのは、実は僕の哲学でとても重要なことなんだ。それが自立の第一歩だからね。人間が最も面白いのは、楽な時ではない。痛みを抱えたまま、それでも前へ行こうとする時だ。ねえ先生、スティールボールランってなぜか心にグッとくるものがあるんだけどなんでだろう？簡単だ。この第1話には、私の大好きなものが山ほどある。傷、意志、栄光、滑稽さ、そして再出発だ。再出発？そう、ジョニーは最初から立派な英雄ではない。むしろ、かなりボロボロだ。だがそこで終わらない。終わりかけたところから、なお走ろうとする。そこに私は強く惹かれる。最初からすごい人の話じゃなくて、ここから何とかしようとする人の話だからなんだね。その通り、君はなかなか見どころがあるひよこだ。私はそれを自己彫刻と呼ぶ。難しそうに聞こえるかもしれないが、意味は案外シンプルだ。昨日までの自分を少しでも超えていくことだよ。でもジョニーって、まだそこまで強くなってないよね。それでいいのだ。自己彫刻はいきなり完成することではない。むしろ、もう無理かもしれない。でも、まだ終わりたくない。その狭間でなお、もう一歩踏み出すことだ。ジョニーが這ってでもスタート地点へ向かう姿。あれはもう立派な哲学だ。あれは普通の人にはできないし、執念を感じたよね。じゃあジャイロは、あの人、めちゃくちゃ癖があるけど、ジョニーの人生変えてくれそうな感じがするよね。ジャイロとの出会いも関係あるとも。ただ、ジャイロは答えそのものではない。ジャイロはジョニーの中に火をつける存在だ。人は時に説明されて動くのではない。
圧倒的な何かに出会って勝手に動き出す。ジャイロってそういう感じだよね。見た瞬間、この人についていったら何か起こるってなる。その何か起こる感こそ大事だ。人生を変えるものはいつも親切なマニュアルの顔をして現れるわけじゃない。時には妙な笑い方をする鉄球の男だったりする。にょほほって笑う人生の転機、癖強すぎるよ。あとさ、スティールボールランって真面目な話なのに、同時にすごく変なんだよね。そこも好き。そこが最高なのだ。多くの人は深いものは重々しくなければならないと勘違いしている。だが違う。本当に生命力のあるものはシリアスとバカを同時に抱え込める。確かにポコロコとか、めちゃくちゃ笑うのに、ちゃんと作品の厚さの中にいるもんね。そう。人生は崇高なだけではない。みっともなく偶然だらけで、時々めちゃくちゃ笑える。だからジョジョがかっこいいのに変で、変なのにちゃんとかっこいいのはむしろ人間らしいのだよ。だからジョジョはかっこいいのか。じゃあ僕も、変だけど人間らしいってことで許される？もちもちはカエルだよ。でもポコロコの幸運はずるいと思う。なんでポコロコだけ都合よく世界が転がっていくの？はははは、よろしい反応だ。人生はしばしば不公平だ。努力だけで勝敗は決まらん。運のいいものもいる。理不尽に追い風が吹くものもいる。そう聞くと悔しいな。悔しいだろう。だが、そこで世界に拗ねるだけでは前へ進めない。私なら問う。その条件で、お前はどう生きる？と。これを私は、運命愛という言葉で考える。起きてしまったことを、泣きながら引きずるだけではなく、それも含めて自分の人生として引き受ける。スティールボールラン第1話には、その入り口もある。こんな世界嫌だ、じゃなくて、この世界なら、この世界で走る、ってことなんだね。そうだ。それは負け惜しみではない。強さだ。先生の話を聞いてると、スティールボールランってただのレースじゃなくて、どう生きるかの話に見えてくるね。その通り。そして私は、そういう物語が大好きだ。最初から完成した人間を見せるのではなく、まだ途中の人間が、痛みの中で動き出す瞬間を見せてくれるからな。なんかジョニー、もっと応援したくなってきた。よろしい。応援というのは、他人の中に自分の可能性を見ることでもある。人は、誰かの再出発を見ると、自分もまだやれるかもしれないと思えるのだ。さて、私はそろそろ行こう。まだ山の上で、私を待つ孤独と原稿があるのでな。もう行っちゃうの？もっと聞きたい。では最後に一つだけ。もし君たちがこれから何かにくじけそうになったら、こう考えたまえ。まだ私は完成していない。故に、まだ変われる。まあ、見た目よりずっと優しいんだね。見た目よりは余計だ。では、さらばだ。面白いおじさんだったね。なんか熱かったし、意外と優しかった。次は海外の反応を見てみようね。早く見たい。ジョニーは別に道徳的に立派な紳士じゃないけど、さすがにあの看護師の仕打ちはひどいわ。でも一つだけは言える。あいつめちゃくちゃしぶとい。もう馬に乗ってジャイロに食らいついてるの見て応援したくなった。最近のアニメ主人公って追放から始まりがちだけど、ジョニーは失禁して血まで抜かれるところから始まるのやばすぎる。勝者には栄光がある。国中の火災がある。かつて名を馳せたレーサーが今は体をやられて、それでも砂と岩を張ってスタート地点まで来て、しかもトップ10に入るとかすごすぎるだろう。ジャイロゼペリが来た。ジョニーがあいつの鉄球に触れて、ここから全米横断の最高レースが始まる。もう絶対ヤバい旅になるぜ。ポコロコのあの運ゲーすぎるムーブ、マジで腹よじれたわ。数年待たされたけど、この作品のイカれたノリがまた見れて最高。ポコロコのラッキー展開が 3,4 回連続で来るのがめっちゃ良かった。
他のレースはそっちの手でジャイロとボコロコだけ映して、こいつの幸運いつ止まるんだよってなる感じ。まんまジャイロの気分だった。いや、俺が言うのもなんだけどさ、お前の能力、それはさすがにずるすぎるだろ。超幸運ってどう考えても最強格の能力の一つだよな。ちゃんと作品の流儀に付き合う気があるスタジオならアニメ化できるんだよな。バカっぽさを薄めるんじゃなくて、シリアスとアホを両方ちゃんと本気で見せるのが大事。もしあれがメインテーマならぶち上がり方やばすぎる。終盤丸ごとこれぞ映画って感じだったよ。馬の出来いいし、ジャイロは完全に本物だし、アニメ化かなり決めてきたな。特に今回のボコロコは見せ場完璧で、なんであいつが最高扱いされるのかをちゃんと見せてくれた。そうなんだよな。その前はジョジョ自体がアニメ化不可能って言われてた漫画の一つだったし、それがこんな年数を経て、しかもこんな出来でスティールボールランがアニメになってるの、本当に信じられない。豆知識だけど、実況がレース開始から17分経過って言った時、こっちの視聴時間もちょうど17分なんだよ。ボコロコは名前通りイカれてたけど、それ以上にイカれてたのがあの豪運。なんで障害物全部あいつに都合よく転ぶんだよ。後馬レースに車持ち込んだドイツ勢は気の毒だけど、燃料っていう長所法的な問題を見落としてるのは笑う。ディオがどれだけ勝っても最後は結局ジョー・スターティの誰かに全部かっさらわれるんだよな。フリードリヒ・ニーチェ、1844年10月15日、ドイツのレッケンで生まれました。お父さんはルター派の牧師でしたが、ニーチェがまだ小さい頃に亡くなっています。学生時代のニーチェはとても優秀でした。1869年、24歳という若さでバーゼル大学の古典文献学の教授になります。これは当時としてはかなり異例の若さでした。ただ、ニーチェは体が丈夫ではありませんでした。ひどい頭痛や吐き気、視力の問題にも苦しみ、1879年には大学を辞め、その後はイタリアやスイスを移動しながら執筆を続けるようになります。最近の研究では、脳の腫瘍の可能性も指摘されています。代表作には、悲劇の誕生、ザラトゥーストラはこう言った、善悪の彼岸、道徳の系譜などがあります。短く鋭い文章、いわゆるアフォリズムを多く使う独特の書き方でも有名です。ニーチェの言葉で特に有名なのは、神は死んだという表現です。これは単純に神様なんていないと言っているのではなく、ヨーロッパで長く土台になってきた価値観がもう昔のようには人を支えられなくなっているという大きな時代の変化を示す言葉なのです。そして今回の動画にもつながるのが力への意志、アモールファティ、そして自分を乗り越えていくことを重視する姿勢です。ニーチェは苦しみをただ悪いものとして遠ざけるだけでなく、苦しみは人を成長させることもあると考えました。しかし、ニーチェは誤解されやすい哲学者でもありました。ニーチェが倒れた後の時代に、妹のエリーザベトが彼の意向を強く編集し、そのせいでニーチェの思想が本来とは違う形で読まれてしまった面があります。特に、妹の反ユダヤ主義的な立場は、ニーチェ本人にとっても苦しいものでした。1889年、トリノで精神的に崩れて倒れ、その後は沈黙のうちに晩年を過ごし、1900年8月高い、55歳でした。激しく、鋭く、人間にもっと強く生きろと語りかけた哲学者でしたが、彼の人生もまたとても過酷なものでした。ニーチェ先生、面白いおじさんだったね。また来てほしいね。ただいま。見て見て、近所の公園の桜がもうこんなに膨らんでいたよ。昨日見たらまだ全然だったけどな。この木は早咲きの桜で、いつも他の桜より1週間くらい早いんだ。だから、この桜が咲くと1週間後に他のも一斉に咲き始めるんだよ。気象庁の予測だと、長野県の開花は4月3日になってるね。予想通りだろうけど、長野県はこんな感じで山だらけだから山のふもととかはもっと遅いかもね。うちは山のふもとだから遅いだろうな。早く満開の桜が見たいね。
次の動画ではこの桜が咲いてる映像を紹介できたらいいね。お花見だ。お弁当にお団子。また食べることだよ。もちもちらしいね。じゃあ、今日はこの辺で。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後まで動画を見てくれて本当にありがとうだよ。また次の動画で会おうね。バイバイ。